今回のキャンプは岐阜県郡上市の明野高原キャンプ場で念願の雪中ソロキャンプをしました。お昼ご飯のサムギョプサルのキムチが寒さで凍ったり、寒さが原因なのか火がつかなくなったり、てんやわんやの雪中キャンプを楽しんでます。今日はね、薪ストーブを持ってきました。このテントね、ここにね穴があるので、この下に設置します。この薪ストーブ、ウインナーベルの薪ストーブなんだけど、このね中の煙突がねジャストサイズすぎて、ちゃんとねこれ通りに片付けないと入らなくなるから、先に写真撮っときます。よし、よいしょ。この竹シートちょうどぴったり。でもだいたい汚れるのここだから、ちょっとずらしておいとこう。原因これがダンパーだから、このねダンパーがついてるとこが一番下。よいしょ。今の位置だと上のね穴に届かないので、場所を微調整します。本当は上にねロープをつけて、こう下に下ろして煙突を固定した方が安全なんだけど、今日ちょっとね持ってきたロープが長さが足りなくて、頑張ってつなぎ合わせてもね1本しか作れないから、今日はねこのまま行きます。幸いね今日風はね風速0か1メートルぐらいなんで、ちょっとでもね風強くなってきたらもうすぐ鎮火させて薪ストーブを終わりにするので、今日はロープなしで行きます。今外はマイナス 4.7 度です。じゃあそろそろ薪ストーブ楽しもうかな。テント内はこんな感じです。今日持ってきてるテントは薪ストーブがインできるテントで、 2,3 年前に結構流行ったんじゃないかなっていうテントです。薪ストーブはウィンナーウェルのノマドビューなんちゃらのサイズは M です。テーブルはいつも使ってるやつ。チェアはアウトドアマンのチェアで、ポットは多分3年ぐらい前に福袋で買ったやつに入ってたやつが一番ね簡単に組み立てられて高さも上げられるので、それを持ってきました。マットは R 値が不明なんだけど、分厚いからかなりね底冷えしづらいコールマンのマットに、シュラフはイスカの最強シュラフです。なんでもボックスはねいつものアウトドアっぽいやつで、そこのクーラーボックスはワークマンで、今日は電気毛布も使うのでポタ電も持ってきました。電気毛布はねもうマットの上に引いてあります。よし、薪ストーブで楽しもう。今日はね新しく買った一酸化炭素チェッカーポアラのマーク可愛いのと、韓国で組み立ててるんだけど日本のメーカーが設計してるやつなので、いろんな方の YouTube のレビューを見るとね安心できそうなので、これを買いました。
これはワンポールのここに引っ掛けときます。ちなみにライトはゴールゼロです。一応不安なので入り口は全開にして、まず一旦火をつけます。薪はぴったりぴったり。ここの薪はね結構細かくしてくれてるので、薪割りなしでいけそうです。火ついたかな。一旦風を送ります。無事火がついてほしいな。よし、ご飯作ろう。よいしょ。今日はおでんを作ります。名古屋といえば味噌おでん。こんなもんかな。味噌おでんの素。うわ、めっちゃ茶色い。めっちゃ茶色い。混ぜて、お水だとあんまうまく混ざんないな。じゃあ一旦これを煮立たせます。うわ、煙い。この一酸化炭素チェッカー、普段はね使ってる時ライト光らないんだけど、こうやってちょっとね煙が出てきてね、一酸化炭素が出てくるとこうやって光って教えてくれます。今はね 20ppm ぐらい。音がね鳴り出したらやばいっぽいです。19、18下がってきた。よかった。じんわりじんわり煮立ってきました。ちょっと早いけどもういいかな。よいしょ。よし、ここに家で下茹でしてきた大根と牛すじ、家で茹でてきた卵。待ってる間に抜けばよかったな。卵、もち巾。私の好きなものだけを集めたおでん。練り物はあんまりそこまで得意ではないのでランク外です。よし、じゃあこれを茹でます。茹でる、煮込みます。早く温まらないかな。お腹減ってきちゃった。お昼あんなに食べたのに。お湯も温めよう。今日はね日本酒で熱燗を楽しもうと思います。これ初めて買った。よいしょ。日本酒のいい香り。やばいやばいやばい。多分沸騰してメスティンから吹きこぼれてね、薪ストーブが味噌だらけになっちゃう。よし、食べよ。多分もういけるはず。お、美味しそう。私の好きなもの詰め合わせおでん。いただきます。大根もしっかり染みてるな、きっと。よいしょ。じゃあいただきます。ちょっと待って、大根ちょっと硬い。だいぶ硬そうな大根いただきます。全然美味しい。食べれるいいね。じゃん、丸耳にシェラ。熱燗もできたかな。おでんに熱燗、最高の組み合わせ。あれこぼした？結構
全然うまく注げんじゃあいただきます。びっくりするぐらいぬるい。まあ私はぬる感派だし。オッケーオッケー。よし、続き食べよう。卵、しっかり味噌味で美味しい。やばい、薪ストーブが消えちゃう。薪ストーブ意外と焚き火みたいに放置してのんびりできないんだ。意外とね手がかかるね。でもねそれが楽しい。ちなみにね拭いてもすぐああやってね黒ずんじゃって中がね曇って見えないんだけど、この対処法知ってる人いたらコメントくれたら嬉しいです。いっつもああいう風にねなって中がね綺麗に見えないんだよね。せっかくなら見たいのに。こっちはね比較的見えます。でもねこっちがダメ。いつもこうなっちゃう。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったし、ちょっと酔っ払った。これね、あとこんだけしかないんだけど、実際こんな飲んでなくて、ミシェラにね、継げば継ぐほどどんどんこぼれて、下のお湯と一緒にね、一体化しちゃった。多分半分ぐらいしか飲んでないんじゃないかな。美味しかったです。よし、これだけは捨てに行ってこよう。この中あったかいから、外出るのが辛い。今せっかくテントまで戻ってきたのにメスティンを炊事場にそのまま置いてきちゃったから取りに戻ります。意外とね距離があるっていうか、まあすぐそこなんだけど坂になってるし雪が滑るから、さっきね一回盛大にこけたんだよね。だからねワークマンのこの靴いいんだけどアイゼンみたいなボコボコがないからね結構滑る。ほんと危ない。ふっかふかの雪だったらいいけど、こういうカチカチになった雪はねこけやすいから気をつけないとですね。もうねだいぶ鎮火するだろうなって感じだったから、もう一回ね火起こしてあとちょっとだけ楽しみます。洗ってついた水滴とかをもうね固まってる。すごいね。これがマイナス5度の世界か。寒い。ミルクティーが冷えたのでストーブで温めます。よいしょ。おあとは寝る時用の湯たんぽ、これもね温めて、ちなみに蓋をしてね温めちゃダメなんだけど、移動させる時だけね蓋した方がこぼさないから上に置いてすぐ蓋を外す。よし、これなら大丈夫。すごくいい景色。なんか薪ストーブってずーっと見てられるから時間経つのがすごい早い。ふつふつしてきた。オッケー。テント閉めたら 5.2 度まで上がりました。さっき外が一番寒かった時がマイナス5度だったから、薪ストーブでプラス10度になってる。めっちゃあったかい。もう歯磨きに外出たくない。あったかい。ちなみに今日のおやつはサシャです。これめちゃくちゃ美味しいのよ。バッカスと悩んで今回はサシャにしました。薪ストーブがね
ちょうど燃え尽きそうで火力が落ちたので結局ガスで火つけます。よかった、パワーガス持ってきて。今ね、この中は5度ぐらいだけど外はマイナス5度ぐらいだから、パワーガスじゃないとね結構火つけるのがねずーっと弱火になっちゃうから。持ってきてよかった。危ない危ない危ない。ちょっと危なかった。うわ、めっちゃ垂れた。よし、熱っ。これを寝袋の中にぶっこんどきます。そうすると中がほかほか。そろそろ寝ようかな。おやすみなさい。なんで手合わしたんだろう。おやすみなさい。寝ます。薪ストーブはもう鎮火しそうな感じなので、このまま鎮火させます。一応ね、火が全部消えたの確認してから寝ます。すっぴんになったので、この画角で失礼します。ではね、もういい時間なのでそろそろ寝ます。今ね、テント内はストーブもね完全に消えたから3度ぐらいなんだけど、このねもっこもこのシュラフと服ももこもこだし、湯たんぽもあるからね、問題なく眠れそうです。ではおやすみなさい。雪が降ってきてるっぽい。明日積もるかな、楽しみ。おはようございます。積もってる。あー、すごーい。わ、ふわふわ。サクッと朝ごはん食べて撤収頑張ろう。雪撤収は時間かかりそう。本当はマルチグリドルでやる予定だったけど、えげつないこびりつきしちゃったからメスティンの蓋で作ります。お餅。石油ストーブだったらね、朝からストーブ使って温まりながら作れるけど、薪ストーブだとちょっともう朝から火入れする元気はないな。あと1時間ちょっとで撤収だし。あ、やばい、焦げちゃっただけ。あれ、フライパンでお餅って焼けるよね。弱めの中火で焼けばいけるらしいけど焦げちゃうな。弱めの中火ってなんだ？弱火なのか弱火の中火なのかわからない。まあ、いっか、焼ければ OK。 いろんな方向から焼いとこう。あ、焦げついちゃったじゃん。ほら、焦げちゃったけど結構膨れてきた。いい感じいい感じ。丸々してきましたね。醤油を垂らして磯辺焼きいただきます。中はねもっちもち、お餅だけに、角はねまあ半生ちょっと硬い。でも美味しい。ごちそうさまでした。朝から餅は幸せだね。はい、片付け終了。
頭落ちた。ミニサイズの雪だるまもどき。雪だるまのすみか。無事撤収完了しました。よし、帰るぞ。登れるかな、あの坂。4区じゃないから不安。いけいけ、頑張れ頑張れ。あ、いける。余裕余裕余裕。疲れた。ちょうど時間通りチェックアウトできたので、これから帰ります。今回雪中キャンプは雪だって感じですっごい楽しくて、ただ雪中キャンプ今まで何回かしたことあって初めて気づいたのは、今までの雪中キャンプの時のご飯ってうどんだったりお鍋だったりスープ系にしてたんですけど、で今回おでんはね問題なかったんだけど、お昼のサムギョプサルが食べてくそばからどんどん冷えてって、最終的にちょっと放置したらキムチとかも要は水分含んでる部分が固まり始めるのと、あとはシェラカップとか洗ったりしてもその水滴がほんとね固まり始めちゃって、マイナス5度でこれってことはもっとマイナス10度とか20度とかになったら多分ねほんとねカチコチになって飲み水も危ういんじゃないかなと思います。今回はね飲み水とかは全然問題なく固まることなかったのでよかったんですけど、なので寒いとこに雪中キャンプ行く人はそういうことをね気をつけた方がいいと思います。あとは洋服は、上はこのモコモコにモンベルのゴアテックスのダウン着てたんだけど、下がねやっぱり濡れやすいからスノボのウェアのズボン持ってきたんだけど、それだと全然濡れないしあったかいし、ただ寝るときはそれだと要は裾の部分にちょっと雪とかついてるのが冷たくなっちゃうからダウンパンツに履き替えて寝たりとかしたんだけど、やっぱりね服もね防水仕様がいいと思います。行った先が思ったより雪深くないとかだとしてもやっぱ溶け始めてびちょびちょになるし、逆に雪深かったらどんどん染みてくるから、洋服をね気をつけるだけでね楽しさのレベル変わると思います。防水じゃない服着てったら多分テンションだだ下がりだったと思うので、あとはねブーツがねあったかいんだけど歩くとそこがねガタガタじゃないから結構滑りやすくて、なのでね地面がガリガリの氷になってるんだったらアイゼンとかもうほんと雪の上歩けるブーツとかにした方がいいんじゃないかなと思いました。ブーツだとね運転はかなり危ないので、私はねペタンコの靴に履き替えてるので、運転の時はペタンコの靴でブーツを持っていくっていう形がいいんじゃないかなと思います。あとはね薪ストーブは楽しかったですもうそれにつきます。またやりたいね。ただ暖かさで言うと私のうまく燃やし方ができなかったせいか、石油ストーブの方がね温度はぐんと上がりましたね。前回石油ストーブ使ったテントとはちょっとね種類が違うから単純に比較もできないし気温も違うから
は単純に比較できないけど、体感で言うとやっぱり石油ストーブの方が楽だし、あったかいっていう感じです。ただね、薪ストーブは楽しいです。だから焚き火好きとか、ああいうロマンを感じたい人は薪ストーブがいいし、もう現実的に暖かさだけ求めるんだったら石油ストーブの方が手軽だなと思います。私はどっちも好きです。という感じでペラペラ喋りましたが、今回の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Twitter と Instagram と TikTok もやってるよ。